はい。皆さん、こんにちは。2番サンドのあやのでございます。ライブ配信を始めたいと思います。よろしくお願いします。えっと、なんかね、この生え際のここら辺っていうの、パヤパヤの髪の毛がさ、すごくてさ、収まりが悪くて、こういうのつけてみたんだけど、これ正解なんでしょうか？合ってるかどうか全然わかんないんだけど、いいかな？いいかなっていうか、だってほんと取るとすごいのよ、パヤパヤ毛が。すごい気になっちゃってさ、どうしようもないんで、とりあえずね、これ今日はつけてなんとなくごまかしてるんだけど、余計目立つたりしてね。まあいいや。はい。今日はですね、宇宙的雑談というタイトルがついていますが、まずはね、この1本前に、実は今日ライブ配信をしました。初めて見た方は一体何なんだと思うかもしれない。このフラーレンだけが映ってる画角に、いきなりライトランゲージ、しかもヘビーなのから始まって、翻訳が入るんだけど、アルクトゥルスのメッセージでしたね。すでに見られた方いらっしゃいますかね？ちょっとあれ、いきなりだったから、どういうことだったのかっていうのも含めて、ちょっと解説したいなと思って、それでこの動画をね、撮っていますっていうか配信しています。ほんで、まずね、そもそもなんか今日は、あの、落ち着かないっていうより、せっついてるような感じがしてさ、今日は遠隔でのね、セッションとかもいくつかあったりしたんで、なんだこんな落ち着かないななんて思いながら、自分を整えなきゃと思ってさ、いろいろ体のケアしたり、いつものルーティンのさ、ストレッチとかね、そういうのをして、まだなんか収まんないから、とりあえず家からさ、歩いてすぐ1分2分でさ、海だからさ、海で一旦これはリセットだとか思って、海めっちゃ寒かったよ、風が。だけど海行って、ほんで、ちょっと深呼吸とかしたら落ち着いてきたんだけど、落ち着いてきた途端、ブワーっとアルクトゥルスからライトランゲージが流れてきてさ、おお、おおおおと思ってさ、一応それをね、To My Soul Family っていう形で、今ショート動画上げてますけど、波打ち際を行ったり来たりしながら、私はライトランゲージをお経のように唱えてたわけですよ。怪しいでしょ？で、それが終わってお家戻ってきて、でもやっぱりね、クリアになったの。風とか水とか、ね、日の光とか、それで自分がだいぶチューニングされたからさ、で、ご予約入ってたの終わって、ヒーリングレポートをね、お出しするんで書いてたんですよ。こんなんでしたよとか。うん。そしたらさ、また繋がっちゃったの、アルクトゥルスと。今日はどうも忙しいなと思って。で、なんだろうなって、ライトランゲージのような感触、ただ単にメッセージじゃなくて、何かワークのコードが降りてるなって思って、おかしいなと思ったら、もうこれは、すぐにでも拡散していかなきゃいけないっていう、そういう印象だったので、なんだろうと思って、ダメだったらっていうか、なんかよくわかんなかったら、削除すればいいやと思って、とりあえず YouTube ライブをね、オンにして、カメラ立てたまま、もうだから半分トランス入ってるからさ、こんなんですよ。それで、その1本前に上がってるね、あれを配信したわけ。ほんで、これ上が正解なの？それとも下ってことないか、上が正解なの？どこも正解じゃないよね。ま、気になってるどうせ私だけだから、いっか。どうしよう、いいや。それで撮ってたら、見ていただければ分かるんですけれども、アルクトゥルスから、今ね、地上に流して欲しいそのエネルギーを、ライトランゲージに変えて、この私を通して、拡散してますと。で、皆さんのご協力をお願いしますということだったんですね。なので、何回かね、再生する。イヤホンじゃなくてさ、スピーカーで要は流れてる状態で再生していただければ、音をね、ライトランゲージの音に入っている、その波動っていうか周波数がバーっと出ていくので、それだけでもライトワークになりますし、やっぱり何人かでね、手分けしてやった方が全然早いので、お友達とかさ、あの、なんていうの、そういうスピリチュアルな話ができる人とかわからないですけど、ヒーラー仲間とかさ、そういう方々に、シェアしていただけたらありがたいなと思っているんです。こんなんやってる人いるようでもいいんで。うん。でね、その中で私が解説をこれはしなきゃいけないなと思ったこと、メッセージの一つに、
今回のそのライトワークのコンセプトっていうのかな、目的みたいなものの、詳細は明かせませんっていうことだったのよ。で、と思って、何をやってるかわからない、どこに糸が向いて、こうワークの働きがね、及ぶのかわからないのに、そんなことあるのって思うかもしれないんで、これはね、実際私の説明を聞いて、またその動画を見て、直感でね、やるやらない決めてもいいですし、何かこう私の言ってることが信用できるなとかさ、何かその全体像に信憑性があるなと思ったら、それで一緒にライトワーク参加してもらえればいいと思ってるんで、全然何か強要してるわけでもないですし、それぞれが感じる感覚、受け取っている印象みたいなものをこう、確一化したいわけではないので、私の解説も一応ね、一意見として聞いていただきたいんですけど、これはね、アルクトゥルスが何を言わんとしていたか、どういうことを目的にそういった、今回は内容や詳細には触れられませんって言ったのかっていうと、実際私たちが、セントラルサークルっていうね、一番コアメンバーで、やるライトワークの時なんかも、ある程度の概要とかさ、いろいろ自分たちなりに掴んだりとか、目指す方向にね、ピンを立てたりはするんですけど、本当に、例えば、じゃあ、ここに向かってやりましょうっていうさ、フォーカスポイントっていうのかな、それを、絞りすぎないっていうことを心がけてるんですよ。なんでかっていうと、ワークをするっていうことは、それのによって起きる変化っていうのは、資産みたいなね、ことはできるんですけど、シミュレーションみたいな感じでね。だけど、すごくね、可能性があるのよ。その変化がまた変化を生んでとかっていう、そのポジティブなね、ポジティブな波を送れば、ポジティブな、変化の作用っていうものがどんどん起きてくるから、そこを、狭めない、制限しないために、少しその焦点を絞り切りすぎないところに向かってね、ライトワークをするの。なんで、今回もアルクトゥルスが、例えばさ、なんだろう、じゃあ今私の目の前にね、このボールペンとかさ、フラーレンとかさ、コップとか携帯とか置いてあるんだけど、ね、この方角に向かってやりましょうって言ったら、ボールペンやグラスに向かってこういう影響が起こって、でも、それによって、隣にあるフラーレンや携帯はこんな変化が起きるっていうね、二次的であったりとかさ、それ読み切れないね、不確定要素としてのさ、ポジティブな可能性があるんだけど、例えばコップに向かってやりましょう、コップになんたらの変化をってやったら、そこにしか向かって起きないのよ。そういう意味で、やっぱりすごく、広範囲にわたって、届けたい、流したい、ポジティブな変化を起こしたいっていうコンセプトがあったからこそ、これに向けて、のライトランゲージですよっていうような制限とか限定をかけなかったっていうのが今回アルクトゥルスのね、意図なんです。なんで、なんか闇雲にさ、自分が変なものに加担されてするのは嫌だなとかさ、もちろんそういう気持ちだったら全然いいんです。スルーしていただいて流してください。だけど、そういうことではないっていうのも一応私の口からね、お伝えしておきたいなというふうに思いました。うん。ちょっと失礼します。プラスね、プラスさ、これは、このなんつうのかな、配信で言うことなのかどうなのか、適切なのか不適切なのか全然わかんないけど、いいよ、言っちゃうけど、私は、なんていうのかな、再生数が上がるように、何かこう、タイトルとかサムネイルで釣ったりとかするの全然好きじゃないし、あとはさ、なんていうのかな、なんかこれを、例えば、よくあるじゃん、なんかショート動画とかでさ、見たあなたがタイミングもちろんそうなんだけど、そしてなんかこれをこう3回再生したら、ご利益が得れますみたいな。なんかさ、もちろん確かにそうなんだっていうものも、この世には存在しているとしても、
大方さ、やっぱり再生数をこう伸ばすためにさ、そういうことをやってる。ね、いいねしたら、あの、ご利益が得られますとか、シェアをしたら、なんかあなたにもっと深く恩恵が行きますとかわかんないけど、なんて書いてあるかわかんないけど、なんかそんなようなものってさ、いっぱいあるじゃん。で、あんま好きじゃないんだよ、そういうの。うん。なんだけど、実はこの前のね、ライトランゲージのその配信を緊急で行っていたあの時に、アルクトゥルスが、やっぱりなんかこうすごくご利用ししてたんだよね。チャネリングして、翻訳してたから、私の好みか好みじゃないかっていうのは、もうなんかどっかに追いやられてさ、そのまま翻訳してしまってさ、やっぱりこれを受け取ったあなたはぜひなんか協力してください、何度も再生してくださいとか、これを拡散してくださいとかさ、呼びかけてたの、アルクトゥルスは。で、もうしょうがないよ。呼びかけちゃったから。だから私の口を通して、ま、翻訳だけど、そういうのが伝わってるから、ほんとはあんま好きじゃないのよ。だけどそれ言っちゃってるんだよね。だからさ、なんつったらいいの？言い訳がましく思うかもしれないけど、決して私はなんかあの動画を、なんか再生数を伸ばすとか、なんか拡散させるためにこう、ドラマ仕立てにね、配信したライトランゲージじゃないんです。だとしたらもうちょっと演出するよ。うん。そこもやっぱりそういう、その手の動画がいっぱい出てるから、違うよって言い訳がましく言いたいなって思ってました。まあ、本当に長らくね、この YouTube を見てくださったり、私とこう関わり合いや交流のある方は、いや、そんなことね、私がこうね狙ってやる人じゃないっていうのは知ってると思うんですけど、やっぱ不特定多数の人が見ますから、そういうなんかこう、作られたね、ものじゃありませんっていうことを、今は私がね、ちゃんと喋れるから、私の口からも言いたいなと思って、アルクトゥラスだけが言って終わりみたいになってるから、いやいや、綾乃はそうは思ってなかったよっていうかさ、その再生回数を回すとか、ただ拡散させるためだけに、そういったことを私が言ったわけじゃないっすっていうのを伝えたかったんで、この動画をね、配信しました。理解していただけたら嬉しいです。どう受け取られるか分かりませんけど、これがね、先ほどの配信した、アルクトゥルスからの皆さんライトワークよろしくお願いします的なね、ライトランゲージの、ライブ動画の解説でした。はい。続きましてですが、こっからね、ちょっと話題は変わるんですけど、宇宙的雑談ですから、最近ね、私さ、今年どんな1年にしたいかなとかさ、ね、もちろんさ、年始からさ、ずっとこう、今年前半の予定とかスケジュールっていうのは結構こうガンガン入ってきててですね、そういうことをこう計画したりとか、柄にもなくね、いろいろやってるんだけど、その中で、やっぱりいつだかな、昨日だと思う。うん。チャリティーサークルのね、インスタライブに呼んでいただいて、なんだかだらだらと長くかなちゃんとおしゃべりしましたんで、そちらも見ていただきたいんですけど、インスタグラムね、よかったらチェックしてください。他にもね、私は今年はこんな風になりたいなじゃないけど、そういうのがあってさ、1個ね、自分のその枠とかさ、制限をもう飛び越えて、そういうなんかこういうなんていうの、柵っていうかさ、それをもう溢れんばかりにさ、もっともっとこう拡張したいじゃないけど、なんかそういう自分のその限界とか、自分がこう想像できる、そのもっと外側に行きたいなっていう風に思ったのね。で、それをふわっと思っててさ、そしたらさ、やっぱりさ、ふわっと自分がこうなりたいな、よし、今年はこういう風にしようって思った途端さ、来るわけよ。
じゃあどうしたらいいとかさ、それはこういうことだよみたいな、ヒントっていうかさ、のがいっぱい来るわけ。皆さんもね、身に覚えがっていうかさ、心当たりあると思うんだけど、なんかネットとかさ、誰かの言葉とかさ、そういう端々にさ、それってこういうことですかみたいなのがいっぱい出てくるわけ。で、その中でさ、思い込みがやっぱり全てなんだなっていう風に改めてさ、実感したことがあるんですよ、私にも。で、例えばさ、いろんなこう自己啓発とかスピリチュアルとかね、そういう系でさ、配信でさ、潜在意識とか、固定概念、価値観、信念体系とかさ、いっぱい難しい感じのさ、そういう専門用語ってあると思うんだけど、それ、全部ひっくるめて、思い込みなんだっていう風に、なんかこう、すごくシンプルにひとまとめできちゃったの、自分の中で。で、今までも、もちろんそれを全く想像もし得なかったようなアイデアではないよ。そういう似たようなことを考えてたけど、やっぱりね、自分の中で、思い込みじゃんって思った途端、全てがイージーに感じたの。簡単に感じたの。例えば自分が、これは、例えば価値観とかだったらさ、これはこうあるべきだとかさ、なんだろわかんない。ライフスタイルで家を買って、車を買って、こういった暮らしをするのがいいっていう価値観も、多分思い込みかもしれないじゃん。うん。あとはさ、信念体系、もちろん何を信じてるかっていうことだよね。もしくはさ、私はこういうものだっていう自己認識とかさ、何でもいいよ。何でもいい。とにかく自分がこうだと思って、自分が持ってる定義とか、スタンダードとか、信念とか大事なこととかね、それ全部思い込んでんのよ。そうだと思わない？いや、今更何を言ってるのあなたと思うぐらいシンプルじゃない？やっぱ思い込みなんだと思って。ってことはね、自分のこれまでを振り返ってさ、皆様、誰しもが自分の思い込みが全く外れてたっていうか、全然見当違いだったってことない？私は、なんかこれがあったよってすぐに思い出せないけど、あると思う。特に、例えばあの人にこう思われてるんじゃないかとかっていうことに関しては、大概ずれちゃったりしてるよね。思い込みがさ。あと自分に対する思い込み、私ってこういうところあるよねとかさ、そうじゃない部分でさ、なんかいろんなところの自分がいたりするわけだからさ、結構その思い込みって曖昧だし、あやふやだし、見当違いなこと多いわけよ。だけど、全てその思い込みによって、現実が、制限されてる。その自分の思い込みのまんま現実に投影されて作られてるわけだからちょっとさ、それ、おいおいって感じじゃない？だって、見当違いなことがほとんどなんだからさ。で、さっき私がね、今年は自分のそのさ、想像の外側に行きたいって言ったけどさ、この自分の限界値とかさ、私はこのぐらいがもうギリギリかなとか、もしくはここまでだったらなんとなくこう予想できる、想像できるっていう、なんだかあやふなものすら思い込みなのよ。と思って。ってことは、自分の思い込みを変えればいいんだ。いや、だから、自分で話しててさ、だから当たり前やんって思うんだけど、でもね、はたと改めてそういう風に腑に落ち出してるの。腑に落ち直してるっていうかさ、ね。で、自分のさ、例えばね、思い込みって、今簡単に一括りにしたけど、価値観とかさ、信念、概念、潜在意識とかさ、自分の思考体系とかさ、全てね、やっぱり自分なりのセオリーがあるの、論理が。こうだからこうなんだとかさ、〇〇して×になるから、こうあるべきだとかさ、これをしてはいけないとかさ、自分なりのロジックがあるから、それを正しいと思って、もしくは自分にとって有効だと思って、ね、いいカードだと思ってるわけよ。ね。だから持ってるわけ。自分にとって都合の悪いことだったりとか、なんかあんまりこうメリットがなければ、別のさ、もっといいさ、自分なりのその論理立てたさ、
セオリーを持ってさ、ね、論理立てたセオリーってなんだよね。まあ、自分なりのさ、そういった組み立てたね、こうこうこうはこうであるみたいなものを作り変えるわけだから、だいたい自分にとってメリットがあると思ってるんだよね。だけど、それって、それも思い込みじゃない？ってことは、別の思い込みに変えるんだったら、例えば新しい思い込み、ま、それも願望実現とかさ、なんでもいいのよ。それをさ、自分なりの論理で固めちゃえばいいんだと思ったの。結構さ、強引でしょ？例えばだよ、めちゃくちゃ非常識なことだけど、例えば、この水は、どうやってしたらいいのかな。私は、なんだろう、加齢ね、年を重ねるっていうことよ。年を取っていく、スピードよりも、はるかに穏やかに肌が老化するみたいなさ、当たり前じゃないじゃん、世間では。でも私は、年とは関係なく、肌ツヤがいいみたいなさ、そういう風に入れるっていうのが、自分の思い込みで当たり前になってたらさ、いや、ちょっと待って。違うな、例えがな、今、急遽例え話を出そうと思ったんだけど、出せなかったな。どうしようかな。今考える。ごめん、今すぐちょっと例え話が思い浮かばない。いや、いくつか自分でね、新しいね、自分都合の思い込みをね、作っちゃえばいいんだと思って、いくつかやってたんだよ。でもね、急にね、思い出せなくなっちゃった。でもなんか私の言わんとしてること伝わってる？うん。ま、こうなんだっていうさ、自分の思い込みに、要は、反論弁士じゃないけどさ、そうじゃないっていうさ、仮説を立ててさ、別の思い込みを作ってけばいいっていうことなんだよね。で、それやってけば、今までの自分の限界値っていうのは簡単に取り払われるんだなと思ったの。よくさ、願望実現とかでさ、こう、お金持ちになったらいいなとかさ、1億円手に入りますようにと思いながらさ、自分はさ、無理だとか、そんなのできるわけないじゃんとかさ、お金もらったらなんか不幸になるんじゃないかとかさ、そういう逆行する思いがあるからさ、叶いませんよってよく言われてるじゃない？だけど、そういうことじゃなくて、じゃあ1億円もらえるとかさ、1億円自分は手にするのにふさわしいっていうさ、思いに対して、それは当然であるっていうさ、自分なりのめちゃくちゃでもいいから、セオリーを作っちゃえばいいのよ。例えば、私は、なんだろう、そのお金を手にしたら、めちゃくちゃ人のために使うから、持って当然だとか、わかんない、お金に見合った、なんだろ仕事とか行いを絶対にするとかさ、わかんないけど、お金を持てば余計私はその可能性をもっとよりよく活かせるとかさ、それを倍にして人に配ることができるから持って当然だとかわかんないけど、とにかく、ね、自分がさ、例えば A たす B は C であるっていうセオリーが、その C が気に入らない、自分の古い価値観だったら、もうそれをなんかスーパー X みたいにしちゃって、スーパー X が成り立つにはどういう足し算引き算掛け算があればここに行くんだろうっていうのを、ここをいいんだよ、想像で。だって自分の思い込みって大概論理的には破綻してたりするじゃない。経験したって言ったってさ、それはさ、自分が見てる偏見であってさ、その他のさ、ありとあらゆるさ、多角的な物事の視点で見たらさ、そうじゃない部分っていっぱい見つかったりするからさ、本当に独断と偏見で自分の思い込み、信念っていうのは作られてるから、それを、まあ、自分で作っちゃえばいいじゃんっていう風に思ったんだよね。でもね、それを少しずつ始めたわけ。さっき皆さんに私はこういう風にしたよってシェアできない思い出せなかったから、すごいごめんなさいだし、説得力ないんだけど、でもそれしだしたら、めちゃくちゃ早いのよ、いろんなことが動くのが。うん。ちょっとね、心臓が私バクバクしちゃうぐらい、やべえやべえみたいな、なんかあれもこれもみたいになって、急にいろんなアイデアであるとか、いろんな仕事のオファーであるとか、あ、これやってない、あれやってないっていうのもすごい見つかってくるし、バタバタしてるわけ。この狭い家の中をさ、私一人小走りしてるわけ。パタ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 。あ、ご飯食べなきゃ、パタパタパタ。
あ、仕事がある、パタパタ。ほんとにね、ギャグかと思うでしょ？ネタかと思うでしょ？でも例えば、私ん家来たことあってさ、仲いい人とかは、あ、また綾乃が家ん中小走りしてんのと、ほんとにね、走っちゃうぐらい、ものすごいスピードでいろんなことが、展開してんのよ。だから自分もちょっと家ん中で小走りマジでするぐらいなのね。でも、やっぱ自分がこうなりたいな、限界の向こう側、想像の向こう側に行きたいなって思いました。あ、そうか、全ての制限は思い込みなんだ。ってことはこうすればいいんだっていうのをここまでにさ、2、3日だったのよ。で、そっからめっちゃ早いのよ。ってことは、まだ今年始まって数日ですから、途中ね、こうアップダウンがあると思うけど、あ、この調子で行っていいんじゃないかなって、単純ですから、そんな風に思ったわけなんです。なんで、皆さんも、もしよかったら、ね、まずは自分のさ、思い込み、それ本当？みたいなさ、あ、実はそう思ってるけど、そうでもないよねっていう部分を、まずはちょっと見てみたらいいんじゃないかなと思うの。あ、勘違いとか、自分のその思い込みって結構あやふやなんだなとかさ、だったら、全く違う、自分が望むような状態、望むような自分の姿、あり方に合わせていくように、自分の思い込みを作っていくっていうのはどうでしょうか？ぜひやってみていただきたいと思います。私はそれで今年は悠々と自分の想像の向こう側に行きたいですよ。だって何があるか分かんないじゃない？想像してさ、例えばここまで行くんだって目標を立ててさ、よっしゃ、頑張るぞって言って到達するのも、それは素晴らしいよ。素晴らしいこと。だけど、その向こう側だってまだまだ果てしなくあるわけでしょ。だったらさ、ここじゃなくてその向こう側まで行きたいなっていう風に私は思いますね。うん。なんでだろうね、わかんないけど、そんな風に思います。なんかそういうワクワクするっていう感覚はさ、人によって何に対して感じるかは違うけど、やっぱ未知のものであるとかさ、そういった可能性みたいなものに私はすごく心がときめいたりとか、ワクワクしたりしますね。なんでそんな、感じで、今年の1年進めていきたいなと思います。はい、じゃあ、そろそろ終わりにしようかな。今日はこんな感じで、1本前にやったアルクトゥルスの動画のね、緊急配信って言ってっていうタイトルがついてる、ライトワーク、ライトランゲージの、ちょっと解説と、私の言い訳と、あと思い込みが全てなんじゃないかっていうね、ちょっと説明がうまくできなかったけど、なんとなく受け取ってくれたら嬉しいです。はい、こんな感じですね。では、皆さん、入ってくれてる方ありがとう。誰かな？あの人かな？この人かな？はい。アーカイブの人もここまで、最後まで見てくださってありがとうございます。次はなんとか髪の毛を収めていきたいと思います。もうこれもなしだよね。なんかいいアイデアある人いたら教えて。もうなんか髪の毛どうしていいかわかんない。じゃあね、バイバイ。